皆さんこんばんは。今回のお話は太宰治さん作製品譚です。このお話はもともと中国の秦の時代の短編小説集良妻詩の中の一つの物語を太宰治がアレンジした作品です。舞台は日本の江戸時代となっています。本編でも最初にこのことに触れています。それでは読む前の用語の解説ですが、今回は結構私には聞いたことがない言葉が多かったので、説明欄の方にずらっと載せることにしました。さらっと目を通していただければと思います。声は最初の導入部だけ小声で読んでいきます。それでは読んでいきます。製品譚、太宰治。以下に記すのはかの良妻詩の中の一編である。原文は1834字。これを私たちの普通用いている400字詰めの原稿用紙に書き写してもわずかに4枚半くらいのごく短い小編に過ぎないのであるが、読んでいるうちにさまざまな空想が湧いて出て、優に30枚前後の高短編を読了した時と同じくらいの満尺の感を覚えるのである。私はこの4枚半の小編にまつわる私のさまざまな空想をそのまま書いてみたいのである。このような仕草が果たして創作の本道かどうか、それは議論もあることであろうが、良妻詩の中の物語は文学の古典というよりは古土の公碑に近いものだと私は思っているので、その古い物語を骨子として20世紀の日本の作家が不定の空想を販売し、かねて自己の感慨を託し持って創作なりと読者に勧めてもあながち深い罪にはなるまいと考えられる。私の新体制もロマンチシズムの発掘以外にはないようだ。昔、江戸向島あたりに真山才之助というつまらない名前の男が住んでいた。ひどく貧乏である。32歳、独身である。菊の花が好きであった。良い菊の苗がどこかにあると聞けば、どのような無理算段をしても必ずこれを買い求めた。千里をはばからずと記されてあるから相当なものであることがわかる。初秋の頃、伊豆の沼津あたりに良い苗があるということを聞いて、たちまち旅装を整え、顔色を変えて発足した。箱根の山を越え、沼津に至り、四方八方探し回り、やっと一つ二つの見事な苗を手に入れることができ、そいつを宝物のように大地に油紙に包んで、にやりと笑って木戸に着いた。再び箱根の山を越え、小田原の町が眼下に展開してきた頃に、パカパカと背後に馬蹄の音が聞こえた。ゆるい足並みでその馬蹄の音がいつまでも自分と同じ感覚を保ったままで、それ以上近く迫るでもなし、また遠のきもせず、
ぞは気にしない。けれども小田原を過ぎ2里行き3里行き4里行っても相変わらず同じ感覚でパカパカと馬蹄の音がついてくる。才之助も初めて少し変だと気がついて振り返ってみると、美しい少年が奇妙に痩せた馬に乗り、自分から実験と離れていないところを歩いている。才之助の顔を見てにっと笑ったようである。知らぬふりをしているのも悪いと思って、才之助もちょっと立ち止まって笑い返した。少年は近寄って馬から降り、いいお天気ですねと言った。いいお天気です。才之助も賛成した。少年は馬を引いてそろそろ歩き出した。才之助も少年と肩を並べて歩いた。よく見ると少年は武家の育ちでもないようであるが、それでも人品はどこか天下で服装もこざっぱりしている。物腰が応用である。江戸へおいでになりますかとひどく慣れ慣れしい口調で問いかけてくるので、才之助もそれにつられて気を許し、はい、江戸へ帰ります。江戸の方ですね。どちらからのお帰りですか。旅の話は決まっている。それからそれと問い答え、ついに才之助は今度の旅行の目的全部を語って聞かせた。少年は急に目を輝かせて、そうですか。菊がお好きとは頼もしいことです。菊については私にもいささか心得があります。菊は苗の良し悪しよりも手当ての仕方ですよ。と言って自分の幸いの仕方を少し語った。聞く気違いの才之助はたちまち熱中して、そうですかね。私はやっぱり苗が良くなくちゃいけないと思っているんですが、例えばですね、とかねて崩壊している外泊なる菊の知識を披露し始めた。少年はあらわに反対はしなかったが、でも時々差し挟む簡単な疑問のつぶやきの底には、並々ならぬ深い経験が監視させられるので、才之助は躍起になって言えば言うほど自信を失い、果ては泣き声になり、もう私は何も言いません。理論なんて馬鹿らしいですよ。実際私の作った菊の花をお見せするより他はありません。それはそうです。少年は落ち着いてうなずいた。才之助はやりきれない思いである。なんとかしてこの少年に自分の庭の菊を見せてやって、あっと言わせてやりたくむずむず身もだえしていた。それじゃどうです。才之助はもはや資料分別を失っていた。
っすぐに江戸の私の家まで一緒にいらしてくださいませんか。一目でいいから私の菊を見てもらいたいものです。ぜひそうしていただきたい。少年は笑って、私たちはそんなのんきな身分ではありません。これから江戸へ出て勤め口を探さなければいけません。そんなことは何でもない。才之助はすでに貴子の勢いである。まず私の家へいらしてゆっくり休んで、それからお探しになったって遅くはない。とにかく私の家の菊を一度ご覧にならなくちゃいけません。これは大変なことになりました。少年はもはや笑わず真面目な顔をして考え込んだ。しばらく黙って歩いてからふっと顔を上げ、実は私たち沼津のもので、私の名前は堂本三郎と申しますが、早くから父母を失い、姉と二人きりで暮らしていました。この頃になって急に姉が沼津を嫌がりまして、どうしても江戸へ出たいと言いますので、私たちは身の回りのものを一切整理して、ただいま江戸へ登る途中なのです。江戸へ出たところで何の目当てもございませんし、思えば心細い旅なのです。のんきに菊の花など議論してみる場合じゃなかったのでした。私も菊の花は嫌でもないものですから、つい余計なおしゃべりをしてしまいました。もうよしましょう。どうかあなたも忘れてください。これでお別れいたします。考えてみると、今の私たちは菊の花どころではなかったのです。と寂しそうな口調で言って黙礼し、そばの馬に乗ろうとしたが、才之助は固く少年の袖を捉えて、待ちたまえ。そんなことならなおさら私の家へ来てもらわなくちゃいかん。くよくよしたまうな。私だってひどく貧乏だが、君たちを世話することぐらいはできるつもりです。まあいいから私に任せてください。姉さんも一緒だとおっしゃったが、どこにいるんです？見渡すと先刻は気づかなかったが、痩せ馬の影にちらっと赤い予想の娘のいるのが分かった。才之助は顔をあからめた。才之助の熱心な申し入れを拒否しかねて、姉と弟はとうとう彼の向島の牢屋にひとまず世話になることになった。来てみると才之助の家は彼の話以上に貧しく荒れ果てているので、師弟は互いに顔を見合わせてため息をついた。才之助は一向平気で、予想もほどかず、何よりも先に自分の菊畑に案内し、いろいろ自慢して、それから菊畑の中の納屋を師弟たちの当分の住居として指定してやったのである。彼の寝起きしている母屋は汚くて、それこそ足の踏み場もないほど大敗していて、むしろ
ちゃったね。遠本の弟はその納屋で両相を解きながら姉に小声でささやいた。姉は微笑して、でものんきで帰っていいわ。庭も広いようだし、これからお前がせいぜいいい菊を植えてあげてご恩放置をしたらいいのよ。おやおや、姉さんはこんなところにずっと長くいるつもりなのですか？そうよ、私はここが気に入ったわ。と言って顔を赤くした。姉は20歳くらいで色が溶けるほど白く、姿もすらりとしていた。その翌朝、才之助と遠本の弟はもう議論を始めていた。師弟たちが代わる代わる乗ってここまで連れてきた老いた痩せ馬がいなくなっているのである。ゆうべ確かに菊畑の隅につないでおいたはずなのに、今朝才之助が起きてまず菊の様子を見に畑へ出たら馬はいない。畑を大いに走り回ったらしく、菊は食い荒らされ痛めつけられ散々である。才之助は仰天して納屋の戸を叩いた。弟がすぐに出てきた。どうなさいました？何かご用ですか？見てください。あなたたちの痩せ馬が私の畑をめちゃめちゃにしてしまいました。私は死にたいくらいです。なるほど。少年は落ち着いていた。それで馬はどうしました？馬なんかどうだっていい。逃げちゃったんでしょう。それは惜しい。何をおっしゃる。あんな痩せ馬。痩せ馬とはひどい。あれは利口な馬です。すぐさま探しに行ってきましょう。こんな菊畑なんかどうでもいい。なんですって。才之助は青くなって叫んだ。君は私の菊畑を侮蔑するのですか？姉が納屋からかすかに笑いながら出てきた。三郎や、謝りなさい。あんな痩せ馬は惜しくありません。私が逃がしてやったのです。それよりもこの荒らされた菊畑をすぐに手入れしておあげなさいよ。ご恩放置のいい機会じゃないの。なんだ。三郎は深いため息をついて小声でつぶやいた。そんなつもりだったのかい。弟はしぶしぶ菊畑の手入れに取り掛かった。見ていると葉を食いちぎられ打ち倒され、もはや腰仕掛けている菊も三郎の手によって植え直されるとさっと生気を回復し、菊はたっぷりと水分を含み、花のつぼみは重く柔らかに、しおれた葉さえ徐々にその静脈に波打たせて信用する。才之助は密かに舌を巻いた。けれども彼とても菊作りの
度があるのだ。とてらの襟をかき合わせ、努めて平然と、まあいいようにしておいてくださいと言い放って母屋へ引き上げ、布団かぶって寝てしまったが、すぐに起き上がり、雨戸の隙間からそっと畑を覗いてみた。菊はやはり凛子と生き返っていた。その夜、東本三郎が笑いながら母屋へやってきて、どうも今朝ほどは失礼いたしました。ところでどうです？今も姉と話し合ったことでしたが、お見受けしたところ、失礼ながらあまり楽なお暮らしでもないようですし、私に半分でも畑をお貸しくだされば、いい菊を作って差し上げましょうから、それを浅草あたりへ持ち出してお売りになったらよろしいではありませんか。一つ大いに良い菊を作って差し上げたいと思います。才之助は今朝は少なからず菊作りとしての自尊心を傷つけられていることとて不機嫌であった。お断り申す。君も卑劣な男だね。とここぞとばかり口をゆがめて軽蔑した。私は君を不流な講師だとばかり思っていたが、いや、これは案外だ。己の愛する花を売って永遠の死にするなどとはもってのほかです。菊を養殖するとはこのことです。己の高い趣味を金銭に変えるなどとは、ああ、気がらわしい。お断り申す。とまるで侍のような口調で言った。三郎もムッとした様子で語調を変えて、天からもらった自分の実力で永遠の死を得ることは必ずしも富を貪る悪行ではないと思います。俗と言って軽蔑するのは間違いです。お坊ちゃんの言うことです。いい気のものです。人はむやみに金を欲しがってもいけないが、けれどもやたらに貧乏を誇るのも嫌味なことです。私はいつ貧乏を誇りました。私には祖先からの多少の遺産もあるのです。自分一人の生活にはそれで十分なのです。これ以上の富は望みません。余計なおせっかいはやめてください。またもや議論になってしまった。それは見解というものです。見解、結構です。お坊ちゃんでも構いません。私は私の菊と喜怒哀楽を共にして生きていくだけです。それは分かりました。三郎は苦笑いしてうなずいた。ところでどうでしょう。あの納屋の裏の方に10坪ばかり空き地がありますが、あれだけでも私たちにしばらく拝借願えないでしょうか。私は物惜しみをする男ではありません。納屋の裏の空き地だけでは不足でしょう。私の菊畑の半分はまだ何も植えていませんから、その半分もお貸しいたしましょう。ご自由にお使いください。
なお断っておきますが、私は菊を作って売ろうなどという下心のある人たちとはお付き合いいたしかねますから、今日からは他人と思っていただきます。承知いたしました。三郎は大いに平行の様子である。お言葉に甘えて、それでは畑も半分だけお借りしましょう。なお、納屋の裏に菊の靴の苗がたくさん捨てられてありますけれど、あれも頂戴いたします。そんなつまらぬことをいちいちおっしゃらなくてもよろしい。不安のままで別れた。その明くるい日、才之助はさっさと畑を二つに分けて、その境界に高い生垣を作り、お互いに見えないようにしてしまった。両家は絶好したのである。やがて秋竹縄の頃、才之助の畑の菊もすべて見事な花を開いたが、どうもお隣の畑の方が気になって、ある日そっと覗いてみると驚いた。今まで見たこともないような大きな花が畑一面に咲き誇っている。納屋も小綺麗に修理されていて、さも居心地の良さそうな洒落た構えの家になっている。才之助は心中穏やかでなかった。菊の花は明らかに才之助の負けである。しかも瀟洒な家さえ建てている。きっと菊を売って大いにお金を儲けたに違いない。けしからぬ懲らしめてやろうと、気分やら嫉妬やらさまざまの感情が怪しくごたごた胸を揺すぶり、いたたまらなくなって、ついに生垣を乗り越え、お隣の庭に侵入してしまったのである。花一つ一つを見れば見るほどよくできている。花びらの肉も厚く力強く伸び、精一杯に開いて、花輪はプリプリ震えているほどで、命限りに咲いているのだ。なお注意してみると、それは皆自分が納屋の裏に捨てたあの靴の苗から咲いた花なのである。と思わずうなってしまったとき、いらっしゃい、お待ちしていましたと背後から声をかけられ、へど戻して振り向くと、遠元の弟がニコニコ笑いながら立っている。負けましたと才之助はやけくそに似た大きい声で言った。私は潔い男ですからね。負けた時にははっきり負けたと申し上げます。どうか君の弟子にしてください。これまでの行きがかりはさらりと言って自分の胸をなで下ろしてみせた。さらりと水に流すことにいたしましょう。けれども、いや、その先はおっしゃらないでください。私はあなたのような潔癖の精神は持っていませんので、ご推察の通り菊を少しずつ売っております。けれどもどうか軽蔑なさらないでください。姉も
いつもそのことを気にかけております。私たちだって精一杯なのです。私たちにはあなたのように嘘の遺産というものがございませんし、本当に菊でも売らなければのたれ死にするばかりなのです。どうかお見逃しくださって、これを機会にまたお付き合い願います。と言ってうなだれている三郎の姿を見ると、才之助も哀れになってきて、いやいや、そう言われると痛み入ります。私だって何も君たち兄弟を嫌っているわけではないのです。ことにこれからは君を菊の先生としていろいろ教えてもらおうと思っているのですから、どうか私ことよろしくお願いいたします。と神妙に言って一礼した。一旦は和解なって間の生垣も取り払われ、両家の往来が始まったのであるが、どうも時々は議論が起こる。君の菊の花の作り方にはなんだか秘密があるようだ。そんなことはありません。私はこれまで全部あなたにお伝えしたはずです。あとは指先の神秘です。それは私にとっても無意識なもので、何と言ってお伝えしたらいいのか私にもわかりません。つまり才能というものなのかもしれません。それじゃあ君は天才で私は鈍才だというのだね。いくら教えてもダメだというわけだね。そんなことをおっしゃっては困ります。あるいは私の菊作りは命がけで、これを見事に作って売らなければご飯をいただくことができないのだという、そんな切羽詰まった気持ちで作るから花も大きくなるのではないかとも思われます。あなたのように趣味でお作りになさる方はやはり好奇心や自負心の満足だけなのですから。そうですか。私にも菊を売れというのですね。君は私にそんな卑しいことを勧めて恥ずかしくないのかね。いいえ、そんなことを言っているのではありません。あなたはどうしてそうなんでしょう。どうもしっくりいかなかった。遠本の家はいよいよ飛んでゆくばかりのようであった。その明くる年の正月には才之助に一言の相談もせず大工を呼んでいきなり大邸宅の建築に取り掛かった。その邸宅の一端は才之助の房奥の一端にほとんど密着するくらいであった。才之助は再び林家と絶交しようと思い始めた。ある日、三郎が真面目な顔をしてやってきて、姉さんと結婚してくださいと思い詰めたような口調で言った。才之助は頬をあからめた。はじめちらっと見た時からあの柔らかな清らかさを忘れかねていたのである。けれどもやはり男の意地で変な議論を始めてしまった。私には結納のお金もないし、妻を迎える資格がありません。君たちはこの頃お金持ちになったようだからね。
帰って嫌味を言った。いいえ、みんなあなたのものです。姉は初めからそのつもりでいたのです。結納なんてものもいりません。あなたがこのまま私の家へおいでくだされたらそれでいいのです。姉はあなたをお慕い申しております。才之助は狼狽を押し隠して、いや、そんなことはどうでもいい。私には私の家があります。入り向こうは真っ平です。私も正直に言いますが、君の姉さんを嫌いではありません。はっはっはっはと豪傑らしく笑ってみせて、けれども入り向こうは男子として最も恥ずべきことです。お断りいたします。帰って姉さんにそう言いなさい。製品が嫌でなかったらいらっしゃいと。喧嘩別れになってしまった。けれどもその夜、才之助の汚い寝床にひらりと風に乗って白い柔らかい蝶が忍び入った。製品は嫌じゃないわと言ってくつくつ笑った。娘の名はキエと言った。しばらくは二人で房奥に住んでいたが、キエはやがてその房奥の壁に穴を開け、それに密着している遠本の家の壁にも同様に穴をうがち、自由に両家が交通できるようにしてしまった。そうして自分の家からあれこれと必要な道具を才之助の家に持ち込んでくるのである。才之助はそれが気になってならなかった。困るね。この火鉢だってこの花瓶だってみんなお前の家のものじゃないか。女房の持ち物を亭主が使うのは実に面目ないことなのだ。こんなものは持ってこないようにしてくれと言って叱りつけても、キエは笑ってばかりで、やはりちょいちょい持ち運んでくる。清廉の死をもって任じている才之助は大きい帳面を作り、左の品々一時お預かり申し候と書いて、キエの運んでくる道具をいちいち記入しておくことにした。けれども今は身の回りのものすべてキエの道具である。いちいち記入していくならば帳面が何冊あっても足りないくらいであった。才之助は絶望した。お前のおかげで私もとうとう神結の亭主みたいになってしまった。女房のおかげで家が豊かになるということは男子として最大の不名誉なのだ。私の30年の製品もお前たちのためにめちゃめちゃにされてしまったと、ある夜しみじみ口をこぼした。キエもさすがに寂しそうな顔になって、私が悪かったのかもしれません。私はただあなたのお情けにお報いしたくて、いろいろ心を砕いて今まで取り計らってきたのですが、あなたがそれほど深く製品に志していられるとは
存じよりませんでした。では、この家の道具も私の新築の家もみんなすぐ売り払うようにしましょう。そのお金をあなたがお好きなように使ってしまってください。バカなことを言ってはいけない。私ともあろう者がそんな不浄なお金を受け取ると思うか。ではどうしたらいいのでしょう。キエは泣き声になって、三郎だってあなたにご恩報じをしようと思って毎日菊作りに精出して方々のお屋敷にせっせと苗をお届けしてはお金を儲けているのです。どうしたらいいのでしょう。あなたと私たちとはまるで考え方があべこべなんですもの。別れるより他はない。才之助は言葉の行きがかりからさらに立派なことを言わなければならなくなって、心にもない辛い宣言をしたのである。清い者は清く、濁れる者は濁ったままで暮らしていくより他はない。私には人にかれこれ命令する権利はない。私がこの家を出て行きましょう。明日から私はあの庭の隅に小屋を作って、そこで製品を楽しみながら寝起きすることにいたします。バカなことになってしまった。けれども男子は一度言い出したからにはのっぴきならず、明くる朝早速庭の隅に一坪ほどの掛け小屋を作って、そこに引きこもり寒さに震えながら正座していた。けれども二晩そこで製品を楽しんでいたら、どうにも寒くてたまらなくなってきた。二番目にはとうとう我が家の雨戸を軽く叩いたのである。雨戸が細く開いてキエの白い笑顔が現れ、あなたの潔癖も当てになりませんわね。才之助は深く恥じた。それからはちっとも口上を言わなくなった。牧庭の桜が咲き始める頃になって、遠本の家の建築は全くなり、そうして才之助の家とぴったり密着して、もう両家の区別がわからないようになった。才之助は今はそんなことには少しも口出しせず、すべてキエと三郎に任せ、自分は近所の者と将棋ばかり指していた。一日一家三人、牧庭の桜を見に出かけた。程よいところに重箱を広げ、才之助は持参の酒を飲み始め、三郎にも勧めた。姉は三郎に飲んではいけないと目で知らせたが、三郎は平気で杯を受けた。姉さん、もう私は酒を飲んでもいいのだよ。家にお金もたくさん貯まったし、私がいなくてももう姉さんたちは一生遊んで暮らせるでしょう。菊を作るのにも飽きちゃったと妙なことを言って、やたらに酒を飲むのである。やがて酔いつぶれて寝転んだ。みるみる三郎の体は溶けて煙となり、後には着物と
草履だけが残った。才之助は驚愕して着物を抱き上げたら、その下の土にみずみずしい菊の苗が一本生えていた。初めて東本指定が人間でないことを知った。けれども才之助は今では全く指定の才能と愛情に敬服していたのだから、犬猿の情は起こらなかった。悲しい菊の生の消えをいよいよ深く愛したのである。菊の苗は我が庭に移し植え、秋に至って花を開いたが、その花は薄紅色でかすかにぽっと蒸気して、嗅いでみると酒の匂いがした。木への体についてはまた体なしと原文に書かれてある。つまりいつまでも普通の女体のままであったのである。おしまい。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。太宰治の製品談でした。今回は前回の菊祭りの動画からつなげて、菊の季節ということもあり、こんなお話を読んでみました。兄弟は菊のせいでしたね。菊がみるみるうちに蘇って、これは何かあるんだとは思いましたが、はい、主人公の才之助は聖品ではあるんですが、どちらかというと頑固で意地っ張りな面の方が強いような気がしますね。でもそれがユーモラスに描かれているように感じて面白かったです。太宰治は人間失格や度重なる自死行為などで救いのないイメージがありますね。薬物やアルコールにも大きく依存していましたし、近年精神的な病理についてもいろいろと言われています。当時の時代背景や複雑な人間関係、創作の苦悩などさまざまな影響があったんだと思います。ただ自分自身の苦しみ、人間の弱さというか多様性はよく理解していたのだと思います。今回も才之助のようなキャラクターでも兄弟に、そして読者に優しく受け入れてもらえるように描くのは、太宰自身も受け入れてほしいという思いがどこかにあるのかなと思いました。私はまだまだ文学素人ですけど、彼の描くこういうキャラクターも結構好きです。というわけで今回はこの辺で。それではまた。おやすみなさい。おやすみなさい。